にちは。今回は機動戦士ガンダムジークアクス第7話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。一気にタガが外れたな。笑い。いいじゃない。宇宙世紀的に大満足じゃない。いやー、闇落ちパターンか。サイコガンダムといいキケロガといい、カラー全開で最高すぎた。マジでエヴァだな。主人公はキラキラジャンキーかよ。メイン3人誰も活躍してなくて草。主人公が想像の数十倍いかれてるし、思ったより逃げ場なくて笑う。サイコガンダム弱すぎはロタだよ。声優さんがエンディングで苦しくなる理由がよくわかる回だったね。お前ら、ゲーツキャパとルーが死ぬと思った。ゲーツは予想外だわ。 Y は2人とも死ぬとは思ったけど、この1話で両方死ぬとは思ってなかったわ。自分もサイコとルーだけかなと。シャリア強すぎたな。12話しかないから生かしてる暇ないんだろうな。ルフとの決着は次回だと思ってたわ。連邦のキャラは1話で死ぬと決まっている。てか次回は劇場版のソロモン落としかよ。秘宝ルーちゃん、性別わからないまま散る。マチュルイスにゃんの構造なったか。一期ラストで赤いガンダム戻ってきて、ジークアクスを正式名称にして分割にクール。ゼクノバでシュウちゃんどっか行っちゃったじゃん。ヒュージだけ何かループしたのかと思ったら変異した臭いな。乃木坂とかどうでもいいくらい面白かったな。マチのリベリオン、何の意味もなかった。テロリストとしてテレビ報道は草。戦闘は良かったな。あっさり終わったけど素直に面白かったわ。これいきなり数年後に飛んだりしない。後半めっちゃ盛り返したな。ゼータ要素全部かませて草。しかしルーはやっぱしんだな。サイコガンダムあっさり倒された。サイコガンダムのあれはブロックビットとでも言うのか。ああいう使い方は確かに強いな。ギャンめちゃくちゃかっこいいじゃねえか。プラも欲しい。登場だけはかっこいい男エグザベ。マチュがキシリやギレン殺しに使われるならニャーンが主人公側じゃないのか。面白かった。マチュニャーンはバラバラでよかったね。シャリアはシャアの代わりになる気だな。マチ逮捕。ニャーンはジオン採用。習字消滅。キシリア生存して偶死亡。どうなってもいいや。まあ見てる分には面白い。今んとこシャリアブルが主人公ポジすぎる。もっとガンダムで暴れてくれマチュ。今回はめちゃくちゃ話が進んだな。巨神兵みたいに起動するのが早すぎて弱かったってことなのか。ここまで情けない最後のサイコガンダムは初でしょう。おい、エンディング詐欺にも程があるぞ。ここでビギニング後半。尺が足りないから劇場版から追加してきそうやね。ビギニングやるってことはもう1期は4話しかないじゃん。緑のおじさん超強え。シャリアブルとエグザベ強いな。シャリアブルってすごかったんだな。シャリアブル格好良すぎるわ。覚醒したマチュやニャーンでもなくサイコガンダム倒してしまったわ。サイコガンダムってモビルアーマー同士で戦えば雑魚ってことだったんやな。モビルスーツ相手なら勝てるけど同レベルの出力あれば押し切れるやん。パイロットの差もあるだろう。所詮ルーにではな。ハイフィールド持ちのサイコガンダム瞬殺とかキケロガの火力がすごいのか。アイフィールド内に潜り込ませて売ってるか。アイフィールドはビーム散らす装置だから、散らしても散らしきれず当たる距離から売ってるって感じじゃね。装甲全部パージした時にアイフィールド発生装置もパージしちゃったんやろ。ルーちゃんのうっかりや。メッサ古臭いブラウブロキケロガがサイコガンダム圧倒しちゃうのは7年もの年代差と技術差がありそうに見えるのにちょっと思ったけど、最後キケロがあんなに進化してるならいいかと思っちゃった。サイコガンダムといっても生死と違ってアムロのデータもないし技術的にも遅れてるし、ひたすら巨大にして詰め込みました感がある。でも装甲が全部パージしてビットファンネルになるわ。すげーって思ったよ。そして中身はエヴァしててサイコガンダムすごかった。シャリアのキケロガに観察されたけど
よく考えたらゼータでも操縦する強化人間の不安定さで街に被害を出すだけで特に戦果なかった気がする。やったサイコガンダムじゃなくて空気清浄機だろこいつ。 F91 の胸部っぽい顔やな。サイコガンダムがエヴァンゲリオンすぎた。サイコガンダムの走行水力なんだよあれ。サイコパワーで何でも済ましていいわけではないぞ。ゼータの BGM 流れてきて笑った。ゼータの BGM のとこかっこよかった。ギャンの登場はかっこよかったけどあんまなんもせんかったな。まさかジークアクスとサイコガンダムが戦闘どころか接触すらないとは誰が予想できただろうか。ジークアクス今のところ大した活躍もしてないし良いところなさすぎて草。サイコガンダムと激闘を繰り広げるのを期待してたゼーには肩透かしやな。ルチャン暴走しつつもちゃんとキシリア狙いに行ったの偉い。頭潰されてないからドゥは生きてそうだけどどうなるかね。サイド6に確保されていろいろバレて大変なことになってるパターンな気がする。ブーはサイコマーク2かバウンドドッグに乗って再登場だよ。ルームラサメやシドレ総長は男なのか女なのか。スカゲーツキャパって何のために撃ったんや。ルーを制御できてないし連携も紹介もしとらんしな。バスコームは何だったのか。とりあえず木馬型の機動性が高すぎるのが違和感あったわ。リメイクヤマトの時みたいな違和感。あのスピード感はコアファイターだよな。イグルーのサラミスやムサイもとんでも起動するからな。テクノバで穴開くというが、サイコガンダムがあんなビーム撃ちまくってたら穴開くんじゃねえのかよ。戦艦のビーム砲撃ってるのも気になるわ。大穴開くやろ。ゲルググジム未開発競争負けたのになんでギャンがいるんだ。生死と同じで量産機を決めるときにゲルググに負けただけで少数は生産されてるってだけでは。今回出てきたギャンはギャンエノースとかギャンクリーガーみたいなかっこよさがあったな。ギャンはいかにもモビルスーツらしくモノコックなボデーだったな。連邦の技術が入ると気持ち悪くなるのか。修二と赤いガンダムはどこに行った。というかなんであんなに唐突にセンター伸ばしたの。なんかする要素あった。ヤーンが自分の願いを強く思ったからね。そりゃデクノバりますよ。セクノバの発生条件はニュータイプが2人いて強い願いがあることなんかね。ニャーンは前話の発言から3人でいたかったけどマチュが恋愛脳で自分は仲間外れされてたと感じてショックだったのかもしれん。修二横はからんやつのまま終わりそうな感じやな。目線入れられた主人公は初めてでは。バロタ、それにしてもガンダム主人公ってみんな独房入らなきゃいけない決まりでもあるの。スマンサ部隊のマチュのリベリオンって何だったんや。何もリベリオンしてなくね。反逆者として指名手配にはなったな。サイド6から見ると街は反乱者。ニャーン、就職、マッチュ、逮捕、修二、国外逃亡。ニャン何人からジオンのパイロットとかだいぶリールと言ったな。ヤーンがキシリア派のエースパイロットになってジークアクスの兄弟機に乗ってラスボス化するのかな。それ以外ないやろな。ニャーンの登場機は何になるのか。ジークアクスマーク2、ジオン部、エグザベのギャンをパクる。どれだ。シュベレイ、エルメス。ザビ家討伐がまた始まるとは。これってシャア生きててシャリアに指令出してるってことか。シムスタインもシャア派でシャリアと組んでるしクーデターを起こそうとしてるじゃん。来週の内容になると思うが1年戦争中にシャアとシャリアブルはザビ家打倒の話をしている。このアニメだとシャリアに一番魅力感じてたけどもっと好きになったわ。実質シャリアブルが主人公だな。これその方が面白い。シャリアブルはニュータイプと思えないほどメンタルがジェントルマンすぎて最強やな。今日なんか密度が半端なかったな。イベント多すぎだろ。あかん。マチュもテロリスト扱い。金パクリ損ねて警官に囲まれてシャリアブルに助けられたリベリオン。さすがに未成年でもこの事態だと本名公開なのね。銃ぶっ放した時点で阻止限界点突破よな。金返して逃げればワンチャンあったか。まあもうジオンで頑張るぞいしかないんだが。ママ生きててよかった。あれママン生存した方が不幸になりそう。マチュママも収監されるだろこれ。ニャン対マチュの構図になるのかな。ニャンこれジオンのニュータイプ機乗る流れか。
ニャーンがエルメスかジオングに乗ってラスボス化するんか。ギャンがすげえかっこよくなってた。ギャンがキシリア様を助けるのは熱い。まさかギャンがキシリアを守るために活躍するとは。マクベ関類だろ。なんでグザベ君はラーンがパイロットだって分かったの。てか今現在ジークアクス燃えてるでしょうに。やっぱエグザベツエ、シャリアブルはもっと強え。もっとコロニーぶっ壊れると思ってたが、意外に大丈夫だったな。ルーちゃん即退場か。分かってたけど早いな。ルーちゃん一瞬だったけどいいキャラしてたよ。でもシャリア王子が天然バケモンすぎた。サイコガンダムにサイコミ兵器積むと外装吹っ飛ばして戦うようになるのか。キャストオフしたサイコガンダムはなんかこうキモかったな。サイコガンダムの顔なんか決め。内部フレームとかも含め、まさにサイコって感じのまがまがしさでよかったな。サイコはまあ見せ場があったけど、ハンブラビがあっさりすぎて。ルちゃんとゲーツこっそり脱出していて、次回の右脳とスラム飯食っててもええんやで。で、ルーちゃん男なの僕っ子なの。ゲーツが気にせず入室したんだから男だろう。ニノフスキー粒子って匂いがするという全く新しい発見。やっぱりキケロガじゃん。キケロガがサンダーボルトのパーフェクトガンダムを拾ってくれて笑った。フラウブロなのになんでキケロガなのって答えが今回出たわけか。変形型モビルスーツだったのか。あのグラウブロ月ガンダムだって思ったわ。緑なんか物騒なこと言いおった。機嫌派ってわけじゃなくて両方潰す気なのか。ガルマ擁立しようって気はないだろうし、ジオンをどうする気だよ。マーシャー・アズナブル・オー・ギャスバル・ハナラ・ザビケこそ性的だしな。やはりシャアに取りつかれてるなシャリアブル。シムスとはギレンとキシリア殺すなんてこと言ってよい仲なんだ。やっぱりビギニングの後半やるのか。まあこれやらないとソロモンのあれって言われてもわからんしな。ゼクノバの説明まだだし、ここで小休止として後半やるのは曲がりだろう。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。